皆さんこんにちは、なんです。今日から4日間旅行に行ってきます。行く場所はシャフシャウエンとタンジェです。モロッコの北側上にある町に行ってきます。3ヶ月のモロッコでの語学留学の中で今回が最後の大きめの旅行になるかと思います。360度見たことない景色を見続けていたいっていう私のその思いも叶えられる旅行にしていきたいなと思います。健康無事故で行ってきます。今いるラバットを出発する前にまずは語学学校に行ってきます。今日はちょっといつもと違うポシェットは入ってるんですけど、ミニーちゃんのエコバッグで出発です。あとリュックだね。なんで今日このミニーちゃんのにしたかっていうと、この旅行の動画かクッキーの動画がどっちが先に上がってるかわかんないんですけど、スーパーにあるモロッコ産のクッキーを全部買ったっていう動画を撮ったんですよ。でそれのクッキーが大量に余ってるんで、遠足気分で全部ここにお菓子を入れて持ってきました。正直この4日間で食べられるかも自信はないけど、ちまちま食べて消費しようと思って。お疲れ様です。語学学校終わってアグダルっていうその CTM のバスがある近いところの駅までなんやかんや歩いてきました。タクシー乗ろうと思ってたけど3時間ぐらい時間あったので歩こうと思って歩きました。スタバで1時間ぐらい時間潰します。スタッフはいつも通り1人です。おばちゃん持ってたじゃんか。モロッコで初のフラペチーノいただきます。疲れた。学校行って歩いただけで疲れちゃった。キャラメルとコーヒーが入ったフラペチーノです。美味しい。でもやっぱ日本と違うね。生クリーム乗ってないし、でも生クリーム混ぜられてる。氷がザクザクしてない、割と溶け気味のフラペチーノ。美味しい。なのでせっかくなのでスタバ飲みながら今回の旅行の工程をお伝えしようかなと思います。今回はいつもと違って、いつもね ONCF っていう電車でマラケシュとかフェズとかに行ったんですけど、今回はまず CTM っていうバスに乗ってシャフシャウエンに行きます。ラバトからシャフシャウエンまで約5時間ぐらいのバスに乗ります。今お昼の1時ぐらいなんですけど、3時のバスに乗ってシャフシャウエンに向かって夜8時に着く予定です。ホテルに向かってその後シャフシャウエンの夜の夜景が見える場所に行こうかなと思ってます。でも場所は全然わからないので、誰かに聞くかネットで調べるかして行こうかなと思います。特に行きたいところはないんだ。シャフシャウエンモロッコといえば青のフォトジェニックな街っていうイメージをたくさんの方が持たれてると思うんですけど、その雰囲気を味わえたらいいなって思ってます。あとはお友達や家族にお土産を見つけて買えたらいいなって思ってます。ラバトで買うよりシャフシャウエンの方がなんとなくおしゃれかなって思ってる。多分同じものがね全部買えるんですよ、各場所で。でもシャフシャウエンの方がおしゃれかなって思ってる。明日の朝静かな朝の街を散歩しようと思っています。今日夜シャフシャウエンに着いてどれくらいの、みんな日帰りでも行けるって言われてるぐらい小さな町なんですけど、どのくらい小さいかがわからないので、明日シャフシャウエンを何時に出るか迷ってるんです。シャフシャウエンは1泊でタンジェに2泊しようと思って、 Airbnb はもうすでに予約取ってて、今日はシャフシャウエン、明日がタンジェ2泊泊まるんです。だけど明日何時にシャフシャウエン出てタンジェに行こうかなっていうのを決めてないので、今日シャフシャウエンの街の規模感を見てお昼に出るのか、それとも夕方まで行って3時に行くのか決めようかなと思ってます。で行き方もタクシーで行くかバスに乗っていくか迷ってます。明日タンジェに着いて、明日は多分タンジェで何もしないんだけど、明後日日曜日に
洞窟とか見に行こうと思ってるので、それもタクシーで行くかバスで行くかツアーに参加するかっていうのも選択肢としてあるので、ちょっとそれすごく迷ってます。まだ決めてないどうすんじゃって感じだよね。夕方か夜ぐらいにラバトに着くような、そういうスケジュールで今回の旅を進めていきたいと思います。ぜひぜひ最後まで一緒にお楽しみください。早速バスの乗り場所が違った。マジでビビったバス停だと思ってた。バス停じゃなくてただのオフィスだった。なんかタクシーのおじさんが教えてくれてちゃんとしたところに着きました。ちょっとめっちゃ早く出てよかったし、歩かずちゃんとタクシー乗ってきて正解でした。ここですね。はい、皆さんマジで気をつけてください。 CTM っていうのを Google マップで検索すると違います。すごいね。バス停のトイレはとてつもなく汚いし臭いし、トイレットペーパーないし、そもそもトイレットペーパー設置する場所もない。バス停の中に入るのも大変。とりあえずチケット見せればこっちって教えてくれます。いやー、30分前に着くはずが15分前になった。ギリギリだ。バス停の中のトイレの方が綺麗ですね。無事にバスに乗れました。めっちゃ狭い。隣に人もいるから結構狭いですね。これで5時間きついかも。今トイレ休憩っていうか、25分ぐらい休憩があるんですけど、バスの席が空いていたので運転手さんに移動していいって聞いて、いいよいいよもちろんだよって言われたんで、空いた席に移動して今は一人でちょっとのびのびと使ってます。よかった、マスクして。休憩時間なのかな。トイレ行けるなら行きたいけど。夜のバスもなんかおしゃれ。無事にシャフシャウエンに着きました。疲れた。5時間半ぐらいラバトからかかりました。先にトイレ行ってからタクシー乗ってホテルに向かいます。トイレが結構離れたとこにあるかも。すごいびっくりした。たまたま聞いたおじさんのところに日本人の方がいてちょっとなんかトイレ多分チップ払わなくちゃいけないから、私もう乗らずにトイレ行かずにホテルまで向かおうと思います。10分ぐらいで着くと思うのでバス探します。バスじゃない、電車じゃない、タクシー探します。メディナに入ります。犬だ、危ねえ。どこだろう、ホテルと探します。なんかタクシーのお兄さんいい人だった。タクシーはシャフシャウエンの CTM のバス停乗り場からプチタクシーで20ディラハムです。初め25ディラハムって言われたんですけど、ホテルの人が20ディラハムってちゃんとメッセージに書いてくれてたので、それ見せたら分かった。20ディラハムって言われた。かわいい。見て、
なんかこれぞモロッコって感じだよね。夜なので暗いんですけど、明日の朝また来てみる。やっぱ青だわ。早速迷子だぜ。わかんない。どうすればいいのかな。誰かに聞く？もうめんどくさい。声かけないでほしい。右と左逆に進んでた。もうね、結局ね分かんなかったから別のホテルのおじさんに連れてきてもらった。優しかった。すぐそこだって言ったけど、ちょっと 1,2 分ぐらいは歩いたよ。ありがとう。本日の私のホテルアイマンルーフトップウェルカムです。もう行き当たりじゃん。ここ気づかなかった。ちょっと裏路地に入るからめっちゃ静か。Bonjour. Ça va? Ça va bien? Et vous? Bien, bien. Tu parles français? Oui, je parle français. D'accord. Japonais? Oui, je sais japonaise. Arigato. ありがとうございます。すごいちゃんとねタオルももらいました。こちらがフリーで7。本日のお部屋がこちら7。すごい綺麗。何にもなくていいお部屋からの景色です。ちょっとね部屋とは離れてるんですけど、こっち側にトイレとお風呂とシャワー、私専用のものです。意外と設備整っててよかった。綺麗だわ。奥にも部屋がある。今日いるのかな人。かわいい。疲れた。はい、疲れました。長かった。すごいリアドのおじさんもめっちゃいい人で助かった。ため息しかついてない。今もう夜9時とかなんですよ。夜ご飯食べに行くか迷う。なんかせっかくだからシャフシャウエンの夜ちょっと楽しもうかなって思うので、夜ご飯食べにちょっとだけ頑張って出ようかなと思います。夜ご飯食べないかもしれないけど、夜の街をぐるっと回ります。今回予約したホテルもめっちゃ静かで、リヤドのおじさんもめっちゃいい人だし、立地が最高っすね。めっちゃいい場所。マジ旧市街地のど真ん中のこうちょっと裏路地でした。地図で見た感じはこう旧市街地の外側なのかなって思ってたんですけど、全然そんなことなかった。しっかり中に入ってました。やべえな、私さ、ほんとなんか旅行でこういうの何も調べずに来ちゃうから、シャフシャウエンのどこがおすすめなのかわかんないので、これから調べます。食べたいのもそんなにないので、歩くだけになるかなと思います。夜の街気をつけて行ってきます。怖い。行ってきます。わー、やめてよ、急にね男の子離れるの。帰り迷わないように帰ってこなきゃ。大変だな。すんごい坂。これまた登んなきゃいけない。バックしてる車がいる。どうしよう。食べたいものないな。門だと思わない場所が門だわ。壁だって思っちゃってて、普通に行き止まりだと思ってたら、なんか先に進める。例えばこれとか。やっぱ夜一人はなんとなく怖い。人もいっぱいいるから大丈夫だね。何屋さんだろう。
ちょっと遡ったらレストラン街があった。かわいい。何食べよう。綺麗だね。ありがといやー、チキンのパスティーラめっちゃ進めてきたんで、ちょっと高いんですけどこれにします。あとお水結局持ってくるの忘れちゃったから、なんか炭酸飲もうかな。いや水にしようかな。いや炭酸飲もう。今日の夜ご飯ここにします。ベストトリップで1位になってたところ。目の前にいるおじさん、お兄さんがめっちゃいい人だったんで、もともとここにしようと思って行ってたんですけど、いいお兄さんだったからお姉さんもいいお姉さんだった。パンとオントレですね。これアペリティフ中国の方の観光客がいらっしゃいます。でコカ・コーラにします。お疲れ様です。乾杯。疲れた時の炭酸ってめっちゃしみるよね。スープも持ってきてくれた。美味しそう。なんで私がこんな喜んだか分かります？カレーだった。豆カレー。最高。最高すぎ。やべえ。めっちゃうめえ。めっちゃ面白い。何これ？パンケーキみたい。美味しそう。かわいい。解説しますと、チキンなんです。チキンとアーモンドとシュガーで作られた何かです。チキンパスティみたいな感じで言ってた気がする。メニューの名前忘れちゃったわ。かわいい。めっちゃテンション上がる。いただきます。ど真ん中から割っちゃいます。やめた。パイ生地がなんかすごいんだけどなるほど、こんな感じ。すげえ。気になるお味はどうなんだいってな。いただきます。おいしい。なんだこれ、めっちゃ美味しい。なんか餃子でもなくパイで包まれた裂かれたチキンなんだけど、なんだこれ、美味しい。なんかちょっと食べにくいのが難点だな。美味しいっす。甘いんだけどちょっと肉肉しさもあるみたいな。一つ言えるのは夜の22時半に食べるものではない。3人ぐらいでシェアするとちょうどいいかも。ごちそうさまでした。私がさっき食べたやつ食べたことありました。昔っていうか、語学学校で先生たちが歓迎の意味を込めてみんなでお昼ご飯食べようみたいな時があったんですよ。その時に食べたことがあった。形が違ったけどその時聞き取れなくて、アラビアのピザだと思ってたの。でも実際はなんかピザみたいな名前のアラビア料理だったんですよ。それをホームステイの息子に教えてもらって分かったんだけど、で私それさスペル分からんかったから言われたけどピンとこなくて、食べて分かった。これあれだと思って。真っ暗だシャフシャフの景色すべて見れるところに歩いていこうと思ってたんですけど、今回泊まるホテルにちゃんと景色があった。すっごいのかな。
病院の屋上みたいタオル干してる。すっごい感動する。見て見て。これがシャフシャウエンです。あ、雨降ってる。傘持ってきてないんだけど。十分だよここで。この絶景やっば。てなわけで1日目シャフシャウエンお疲れ様でした。今日夜ご飯を食べてる時にふと思ったんですけど、私もうすぐ自分の誕生日なんですよ。モロッコ最後の大きめの旅行4日間自分の誕生日プレゼントにしようって思ってそうすっかり忘れてたって思ったので今回のこのシャフシャウエンとパンジェ素晴らしく楽しい旅行にしたいなと思います。安全無事故は絶対でこれまで以上に楽しい旅行にしていきます。夜のテラスの景色がすっごく綺麗でパシャパシャ写真撮ったり動画撮ったり遊んでたら多分もう夜の12時とかになってしまってるので早く寝てもあれなんですけどシャワー浴びて寝て明日の朝少し早く起きて朝のシャフシャウエンを楽しみたいと思います。では1日目お疲れ様でした。おやすみなさい。皆さんおはようございます。シャフシャウエン2日目朝です。めっちゃ静かだしまだね日の出まであと5分ぐらいあるんですけど夜とまた違って凍える感じおーすごい。よし。本当は自分のホテルのルーフトップが景色が全部見えるので日の出も見えるかなと思って上に行ったらダメだった。鍵かけられてた。でずっとテラスは空いてるよって言ってたのに空いてないやんけみたいな、びっくり。空いてるって言ったじゃんって私朝も見たかったんだけどみたいな。で急遽計画を変更して、計画っつっても計画立ててないんだけどそもそもとりあえず朝歩いてます。行き先は何にも決めてない。とりあえず1時間ぐらい歩いて帰れたらいいなと思っとって私と同じ方向で見ますか皆さん。でちょっとこっち側行ってみようかな。寒い。今日11月16日土曜日に来てるんですけど寒い。かわいい。なんて書いてんのやろ分かれへん行き止まり説。はい行き止まりでした朝なんか歩いてる時に朝ごはんなんか食べるのあれば食べようかなって思ってるのとシャウエンでお土産買いたいなと思ってるので多分朝10時ぐらいになんないとお店開かないんじゃないかな。ちょっとわかんないけど、それまで待とうかなと。中国人たちのこういう撮影会を避けるために朝早く出たのにかぶったあと5分早ければ
メだ、もうそこら中にもういる。ダメ、もう無理。めっちゃもう待ってるだけですごいイライラしちゃう。なのでもう取らずに移動します。どっちがいいんだろう。8時超えたあたりから急に観光客が動き始めて、かなりにぎわいますね。お土産は可愛いのあったので後で買いに来ようかな。もうシャフシャウエンあれだな、坂ばっかりだわ。いや深いっすな。なんかさ、海に潜ったみたいな感覚じゃない？海にあんま潜ったこともないんですけど。はい、おはよう。いや、こんなのあり？すっげえ静かだし、青だから寒いけど暑いから、なんか汗かく。歩くとここに住んでる人がいるんだなーって感じる。シャフシャウエン日本人多いわ。多いって言っても2組あったんですけど、2組あって2組ともなんかお話ししたり写真撮ったりしました。私は写真撮るの好きだけどさ、なんか撮られるのがすごく苦手なの。すげえ。なんだろう、なんとなくで近くに滝がありそうだったんで、スモールフォールみたいなとこに来ました。もうちょっとかな。すごい急に岩っぽい山が。朝ですな。これか。かわいい。頑張って坂を登って降りてきたのに、大した滝ではなかった、大した公園でもなかった。なんか一瞬だけの感動だったかも。まあよかったら皆さん来てください。そしてまた日本人がいました。よし、帰ろう。オレンジジュースだけ買って帰ろうかな。がっつり声かけられてる。触られた。キモい。やだ、無理。気持ち悪い。気持ち悪い。なんなん？It's not good. No, this is no problem. Another one dangerous. Okay. Yeah, this is dangerous. This is not dangerous. This is they live here. Okay, because I didn't shoot. Thank you so much. Where from? 飲んじゃった。私が教師していました。本当ですか12年前、福岡雨の仕事車の工場派遣会社。めちゃくちゃ日本語喋れる。いやいや、まだ日本語で結婚した。No, 奥さん日本人。そう。昔はね、子供一人ある。今、いや、actually, when you come back. Non, je vais partir aujourd'hui. Merci. マジモロッコの道どこ行っても濡れてたら滑る。ニューバランス頑張ってほしい。でね、モロッコでは、朝の場合も夜の場合もあるんですけど、お店の人がね、自分の店の前掃除するんですよ。水と泡で。それで毎日濡れる道の出来上がりみたいな感じですね。すぐ見つけたからここで買います。安いじゃん。10、他のとこ12とかでしたね。ゲットしました、オレンジジュース。なんかラバトとかマラケシュとまた違って
日本でいうさオレンジですっていうオレンジあるじゃん。あれじゃなくて温州みかんっていうの、なんかよくみんながさ剥いて食べるやつ、あれを絞り出したみかんの味ですね。美味しい、めっちゃ美味しい。甘いし美味しい。味が違う。買って正解です。これからリヤドに戻って、リヤドっていうかホテルかに戻って、その前にお土産買って、11時か10お昼過ぎにはシャウエン出るかなってとこです。お土産が青い。朝お店開いてなかったのに、朝9時ぐらいになるとお店が全部開き始めて、どの店行こうとしてたか分かんなくなっちゃった。 Yes, take only look, no, take English, take I take your time? yes. Yeah, yes. thank you. もういっぱい。でももう買うものは決めてるんですよ。鍋敷きとマグネットで、これなんか面白そうだったんでこれ買います。お土産買えた。帰ります。見て、バッグまで青い。この時間になると観光客がいなくなる。めっちゃいいじゃん。ここだね、インスタのとこ。インスタっていうかめっちゃみんなが写真撮る場所、ここですね。モロッコのなんかドーナツが人気だったのかわかんないけど、ちょっとドーナツ食べれるようになったんで買いますけど、やばい。両手に花的な、なんか両手にドーナツにオレンジジュース両手に食べ物を抱えてます。なんだ、袋に入れてくんなかったの。ちょっと一口いただきます。ごめんなさい、ちょっとストローが映っちゃってるんですけど、めちゃくちゃ美味しい。ちょっとシュガー欲しいけど、甘いの好きじゃない人は全然シュガーなくていいわ。美味しい。これ出来たて1ディラハム13円、15円か、間違えた、15円です。太陽が差してまた雰囲気変わりますな。なんか光入るとこんな感じなんだ。ホテルに着きました。ホテルからの景色も楽しもうと思います。皆さん、また夜と違うシャウエンの景色が広がっております。こっちは相変わらず病院の屋上なんだけど、わあ、こんな感じだったんだ。これが昨日の夜ライトアップされてたんだね。眩しい。すげえかわいい。シャウエン、街全体が青と白っていうあんまり見たことのない景色だったので可愛かったけど、なんかそんなにやることないかなみたいな。写真撮るの好きとかインスタ映えを狙ってるんですの人にはめっちゃおすすめです。だけど何か見るって言っても別になんかそんなわーとかはなんなかった。なんだろう、もう多分モロッコにいてちょっと慣れちゃってるっていうのもあるのかもしれないんですけど、一日過ごすにはちょうどいい場所じゃないかなと思います。私も昨日の夜9時半とか9時ぐらいに着いて、でもう今朝の10時なんですけど、もう帰ろっかなって思ってます。結構歩いたし、なんか食べたしで飲んだし、お土産も買えたので最高です。では次のタンジェへ向かいます。行ってきます。ありがとうございました。太陽当たるとまた変わるね。おー、すごい。ピアスつけた。ピアスじゃない、イヤリング。
写真撮影するときにつけとけよってな。いや、朝そんなに散歩すると思わなかったからフラッと行くかなと思ってたら、結構写真映えするところがあって楽しかったです。なんか写真撮ってる。なんだ、あ、ツアーの人がいる。これからシャフシャウエンからタンジェに向かうんですけど、乗り合いのタクシーがあるので、そのタクシーでタンジェまで行こうと思います。でそのタクシー乗り場まで20分ぐらい歩くんですが、せっかくなのでシャフシャウエンの街楽しみながらタクシー乗り場まで行こうと思います。誰か多分マリファナ吸ってんな。気のせいかな。すごいマリファナの匂いがした。気のせいかもしれない。今旧市街地を出まして、こっからねまた坂道なんですよ。のんびりゆっくり歩こうかなと思います。シャウエンのタクシーですね。かわいいよね、青で統一されて。道間違えそうになった。おー、メディナ抜けるとまた違う景色が広がってますね。広い山に囲まれてんだ。すげえ。よかったら参考にしてもらいたいんですけど、シャフシャウエンからタンジェに行くまでに行く方法がバスかタクシーかがあるんです。私は今回タクシーの乗り合いを選ぶんですけど、グランドタクシーっていう6人乗り、運転手入れて7人乗りのタクシーに乗ります。でそれはテトワンとタンジェ行きがあるそうです。で私はタンジェ行きのタクシーに乗ります。6人揃ったら出発するというものです。1人だいたい70ディラハムぐらいだそうです。でそういう移動手段はまだモロッコでやってなかったので、町から町への移動、乗り合いタクシータンジェまで行ってきます。とバス停までの行き道で気になるとこがあったので、ちょっと寄り道。これ学校かなって思ってたんですけど、 Google マップで調べたら普通になんか広場でしたね。すっげえ広い。おお、バイバイシャフシャウエン。あ、着いた。ここだ。やっと着いた。あれ、私そう思うと昨日違う方向を向いて歩いていこうとしてた。危な。タクシー昨日乗ってよかったです。グランドタクシーを捕まえてタンジェに行きます。ここでございます。誰に話しかけようかな。わかんないな。おお、どうしたらいいかわかんない。ラッキー。一番前陣取れた。私と今もう一人女性が合流したので、あと5人4人ぐらい待ちます。75、あ、違う、スワソンティスだから70ディラハムです。タンジェタンジェって叫んでて、ちょっとよく分かんなかったんだけど、多分タンジェって叫んでたんだと思う。そこら辺のおじさん捕まえてどこどこ行きたいって言っちゃえば、あとは案内してくれます。じゃあ最後にシャフシャウエンの良かったところ、ローカルガイドがいなかったこと。すごい日本人で日本語で声かけてくる人は多かったんですけど、ガイドしようとしてくる人はいなかった。それがすごい良かったってことで、何回バイバイって言ってるか分かんないんですけど、今度こそ人数が集まったらちゃんとタンジェに向かいます。安全無事故でお願いします。行ってきます。
とりあえず降ろされたんですよ。びっくりした。まず確かにちょっと後で説明します。とりあえず、降ろされた場所が自分の Airbnb から45分ぐらい歩かないといけないところにとりあえず1人降ろされて、で一緒に乗ってたお兄さんに聞いて、ちゃんと説明できてたかわかんないんですけど、私はメディナのランドマークがある場所で降ろしてもらえるって思ってたんです。それが何のバス乗り場の近く、 CTM のバス乗り場の近くで、なんかみんなが急にわーって降りたから、あれと思って、ここで降りなきゃいけないのかなって思ってお兄さんに聞いたら、2つ単時で泊まると、それが今かはもっと遠い場所かって言われて、で泣く泣く降ろされたっていう感じでした。降りました。で今はプチタクシーを捕まえて自分の予約した Airbnb に行くようにしてます。気をつけて楽しみたいと思います。モールに着いた。さらにお出迎えされました。大きいモールだね。よし、自分のエアビーはどこだ。おー、31がある。なんか日本っぽい。よし、今回のアパートに着きました。完全貸し切りだ。ここだとさ、本当なんか住めるよね。トイレ、シャワー。でも確かにタオルとかはこれ使えってこと？誰使ったやつかわかんないすごい。冷蔵庫、何このパターンの冷蔵庫初めてなんだけど、人生こういうこと？なんか誰かの食べかすあるしはい。これありがたいけど、測るか。見て見て、広い。ここに今日から2泊します。タンジェ無事着いた。よかった。ちょっとゆっくりしよう。よいしょ。ちょっとほっとして眠いねと今日できればメディナに行って夕ご飯食べようかなって考えてます。ちょっとゆっくりしたので、あとタンジェの街についても少し調べたので観光に行こうと思います。今日のアパートがすごい立地のいい場所で、旧市街地からも駅からも近いところに泊まっているので、今日は旧市街地とあと海沿いをちょっと見てこようかなって思います。で明日はヘラクレスの洞窟とかとサイドが違う方の海を巡ろうかなと思ってます。どっちかというとモダン的な都市なのでいろんな人いると思うんですけど、気をつけて行ってきます。スペイン近いからヨーロッパの文化もあるのかも。タンジェの海、ラクダか馬がいる。ラクダがいる。歩くだけでもめちゃくちゃ気持ちいい。地元の和歌山でもこんだけ船ボート見たことないや。なんかスペインっぽい。鳥大量。海辺だね。広場みたいなとこにやってきました。なんだろうここ。ポートセンターっていうところでした。旧市街地に入ります。大きすぎでしょ。いいじゃん。メディナの雰囲気がすごい
モントリオールのケベックの場所忘れちゃったんだけど、僕ケベック州にあるとこと似てる。雰囲気やっぱヨーロッパに近い。かわいい。私ここの雰囲気好きだわ。すごいびっくりするぐらい観光客が多い。他の街と比べても雰囲気が、観光客の量が違う。これだ、レストランあれ、どこだ、こっちかな、入り口。これだね、ここだ。着いた。何食べようかな。すごいメニューがフランス語とアラビア語と、あとエスパニョールとイギリスだった。料理で意味が分かんなかったわけだこっちだ。マリンをデザインしてめっちゃかわいい。気づかなかった、ちょうど日本じゃん。日本がやっとったわ、サッカー。びっくりした。前菜です。前菜っていうかオリーブとチーズ。お疲れ様です。旅行2日目、タンジェ1日目、夕食いただきます。このチーズすっごい美味しそうじゃない？何チーズなんだろう、何かかな。いただきます。すごい酸っぱい。ヨーグルトとチーズの間が美味しい。めっちゃオリーブとデーツも入ってる。いただきます。早い、もうできた。せっかくモロッコにいるのでタジンを食べます。牛肉と野菜のタジンです。いい匂い。具材もすごい大きい。いただきます。思ってたより普通だな、味。あんま美味しくないや。なんでみんなこれ美味しいって言ってんだろう。ちょっと待って、あんまり美味しくなかったね。めっちゃはっきり言うんだけどさ、まあ普通。牛肉はすごく味が染み込んでて辛いんだよ。味が濃くて辛いの方、スパイシーじゃなくて。野菜があんまり味染み込んでないかな。まあ染み込んでるっちゃ染み込んでるか。まあ辛いお肉とパンとか野菜でちょうどいい感じの味だと思います。ミントティーのサービスもあります。全部無料でついてくるんだって。付加価値がすごいね。美味しそう。熱いな。もうあるあるなんやけどグラスが熱い。の調子悪かったからありがたいわ。まあ多分シュガー入っちゃってると思うんだけどさ。いただきます。シュガー入ってるけどなんかちょうどいい甘さっていうか、めっちゃちょうどいい。なんかミントとお茶と砂糖が一番マッチしてる味。美味しい。これめっちゃ美味しいわ。すごいね。モロッコのスイーツもくれた。サービスいっぱい。ごちそうさまでした。アパートに帰ります。かわいい。また雰囲気変わりますね、夜になると。マジで人がすごい。広場、待って、広場って言ったけどこれが私が来ようとしてたバブなんちゃらだったかもしれない。なんかの門。でも門っぽいのはない。じゃあなんだ、わからない。自転車の遊び場なんだね。
頑張れ頑張れ。おー、すごいじゃんすごいじゃんすごいじゃん。バブなんちゃらでもなんでもない、間違えた。普通にグランドソッコっていう広場でした。こんな感じ。すんごい人で賑わってる。なんか大道芸とかいろいろある。わかります？この石畳に苔が草が生えてる道。初めて見ました。歩道が反対で埋められてる。危ない。大通り出た。旧市街地を抜けました。なんかちょっと気が抜けるね。わー、ライトめっちゃ綺麗。見て。やばい。ここの土冷たくてめっちゃ気持ちいい。今までで一番好きな土だ。もうね、広すぎてね、この景色見てて笑っちゃった。めっちゃ綺麗な。最高。この綺麗さ動画で伝わってるかな。ホームステイの兄貴おすすめの組み合わせを買って帰ります。皆さんお疲れ様です。旅行2日目、丹治1日目終了しました。イエーイ。夜の9時でして、もうシャワー浴び終わって、いつものパジャマなんですけどこれさっきスーパーで買ってきたんですよ。ザクロが入ったザクロとミルクの飲み物と、あとこれを一緒に食べる組み合わせがモロッコでは人気だっていうのをホストファミリーの息子から教わったので、寝る前に食べたいと思います。まずさ、これが気になるよね。これヨーグルトだと思ってたらさ、ミルクらしいのよ。いますね。でもなんかルックスはなんかでも結構液体。いただきます。美味しい。美味しい。美味しい。これは待って、日本にはないな。飲むヨーグルトでもないんだ。なんか飲むヨーグルトに近い、すっごくなんだけどミルクに近い食感ですね。美味しい。これなんか箱で買えるのもあったし、2個入りとかもあったんですけど、夜にねそんな甘いもんいっぱい食べちゃうねと思って1個で1ディラハムで我慢しました。何なんだろう、ケーキだと思うんだけど。いただきます。チョコケーキですね。硬いチョコケーキチョコパイの硬いバージョン。美味しくはないです。これとこれ、分からんくはないけど感動はないかも。この旅行中にちょうど買ってるおじさん見かけて、私も買おうと思って買ったんですけど、こっちは美味しい。こっちかな、ちょっと合わない気がする。じゃあ明日旅行3日目、丹治2日目、違うサイドの美咲と
地中海と大西洋の分岐点のとこがあるんですよ。でそこに行きたいのと、あとヘラクレスの洞窟、なんかしょぼいとは聞いてるんですけど、なんか行ってみようと思うんで行ってみます。今アパートのお兄さんに行き方聞いたら、タクシーって言われたので、グランドタクシーを捕まえるかプチタクシーで行くか、なんかどうすればいいかあんまこうって定まってないんですけど、交渉して行って、お兄さん曰く最大でも50ディラハムだって言ってるの。でも日本人が書いてくださってるブログを見ると、全部60ディラハムで6人で乗って1人10ディラハムずつっていうのと、あるいは貸し切りで100ディラハムっていうのを聞いてるので、どうなのか分かんないけど、個人的にはグランドタクシーで行って何箇所か行きたい場所があるんですよ。なのでもう着いた場所から歩いて、で帰りはもう電車のチケットも買いたいので、その駅方面で降ろしてもらうタクシーで進んでいこうと思います。今回ね、現金を3万円分持ってきてるんで、こんな強いことないです。以前の動画をご視聴いただいてる方だと分かると思うんですけど、いつも現金が足りない。現金足りなくていろいろ諦めてることがあるので、今回は3万円分持ってきて、まだ半分も使ってないのでいけます。ではまた明日、おやすみなさい。おはようございます。今朝の8時、観光に出る前に少し近くにあるカフェっていうかコーヒー屋さんでコーヒー買って朝のんびりしようと思います。で一回アパート戻ってきて、そこからタクシーを捕まえてくるスパーテルとヘラクレスの洞窟、地中海と大西洋の分かれ目のある場所、今日観光していきたいと思います。できればお昼はシーフード食べようと思ってます。行ってきます。誰もいない。3時の日の出時間が朝8時なんですよ。だから割とみんな出発ゆっくりなのか、今日日曜日っていうのもありますね。全然人いない。でもカフェは朝8時から開いてるはずなので行ってきます。あれかな、唯一電気がついてる場所がある。あ、これだ、これ多分。あれ違う、レストランじゃない。これじゃない。待って、これじゃなかった。あったあった、これだ、こっち。はい、閉まってます。ちょっとお姉さんいるから聞いてみるわ。はいさ、8時オープンって書いててさ、今8時半なんですよ。あと30分待ってって言われたのどういうこと？8時じゃんって言ったら、そうなんだけどねみたいないや8時は8時なのよ。なので海が近くにあるので、朝の海を眺めて9時にもう一回戻ってきます。せっかくなのでコーヒー飲んでいい朝を出発したいですよね。海行きます。あいにくの曇り。走ってる人いる。気持ちいいだろうね。ちょっと寒いんだけど、でも涼しくて太陽も出てないし、いい天気なんじゃないかな。海辺に座ってコーヒー飲む予定だったんだけどな。8時55分行くか。あとなんか人も増えてきましたね。よいしょ、高瀬行こう。直進です。いいね、海バック。いやーマジで
タクシーをどこで捕まえるかすっごい迷ってる。ホテルの前には何台か止まってるので声かけるのありかなとは思うんだけど、迷うな。まあ交渉次第ですね。今度こそ空いてます。見て、めっちゃおしゃれなんだよ。可愛くない？メニューがこちら。何にしようかな。ラテにしよう。Excusez-moi. Est-ce que c'est possible? めっちゃ可愛い。コーヒーゲットしました。飲んだことのないクッキーラテにしました。いただきます。あ、ラテだね。普通に甘めのキャラメルとか入ってる感じの。でもクッキー感が全然ないなんでだろう。全然クッキー感がないんだけどめっちゃ美味しい。マダムが一人でやってるのかな。一人でなんか一から作るから少し待つ時間はあるんだけど、並んでたりするとなおさらね。でももし丹治に来たらここのカフェはおすすめです。とりあえず大通り歩いて、グランドタクシーのおじさんいる声かけようかな。声かけてみるか。もうすでにリザーブされてるタクシーだったので別のタクシー探します。ここにタクシーの乗り場あるよって言われたけど歩くと30分ぐらいかかるので走ってるタクシー捕まえます。怖いけど、今日はね現金持ってるから行けるはず。頑張ります。250, du touriste du bateau, non? Non, non, en général, j'habite à Rabat. À Rabat? Et maintenant, Le TGV. À moi, le bus, c'était... Ah, c'est bien. カフェ Hafa. ハーファー。 Oui, c'est de l'internet. 結局プライベートでタクシー捕まえて250ディラハムで行き帰りツアーしてもらってます。めっちゃいい。すごい全部回ってくれてる。いいですね。騙し取られないかわかんないけど、騙し取られる可能性もあるからわかんないけど、すごいなんかすごい公園に連れてきてもらった。最高。めっちゃ景色すげえ。なんてとこなんだろうここ。後で調べます。強い。見て、めっちゃ最高。よし。1個目のカプスタークル着いた。観光客すっご。めっちゃタクシーもツアーのツアーのバンもいっぱい。おい。人すごい。タクシーのおじさんとこに戻ります。地中海と大西洋の違い、この目に収めておきます。どこが違うんだろう、わかんないや。Superman hoje. C'est quoi? Ah, Spider-Man! C'est drôle. Este daí da Rabat. これだ、赤いシティバス。目的のヘラクレスケイブに着きました。
送客多いですね。こんな感じ。もう海に飽きた。洞窟は中入ろうかなと思ってます。しょぼいとは聞いてるんですけど入ります。待って、並んでるこれ。ここに値段が書いてる。ちょっと人並びすぎちゃう。どうなってんの？あ、これ B。あ、ここでチケット買うんだ。あ、でもすごい並んでる。こんだけヤバそうなの面白そうだから並んで入ってみようと思います。もう正直なんか並んでるのかどこがチケット売り場なのかちょっとよく分かってないけど、まあいいや。多分あれがチケット売り場だと思ってんだ。よし入ろう。なんかね、多分修学旅行じゃないけど学校の親子連れのツアーの人とかがいて、なんかそれでよく分かんなかった、列の並びが。80ディラハムしました。割と高くない？1200円ぐらいしてる。わー、これか。これです。これ後で戻ってこよう。あ、なんかさ、このさ洞窟のさこの模様とさウルトラライトダウンがさ若干かぶっちゃってんのよ。こんなちっちゃいとこ入ろう。すごい人だね。怖いね、結構暗い。タクシーのおじさんとこまで帰ろう。よっしゃ。あ、人がいなくなってる。なんかこじんまりしてたけどすごい灯台、雄大、マニフィックな感じで結構良かったです。なんか現実に戻ってくる感じ。タクシーのおっさんとこ戻ろう。おじさんありがとう。ちょっとチップ多めに払った。すげえ人だな。あ、めっちゃ良かった。最高。マジタクシー乗るのおすすめするわ。タンジェはタクシープライベートでお願いして好きに回るのがおすすめです。なんかこれも有名なもんだった。ちょっとブラーっとしてからランチに向かいます。ちょっとね方向違うんだけどレストラン行くまでの間、モロッコのタクシー情報について、モロッコでのタクシーの選び方を何回かモロッコでタクシー乗って私が感じた感想と感覚をお伝えしようと思うんです。まず待ってるタクシー、駅前とか観光のランドマークで待ってるタクシーって声をかけてくるおじさんには絶対乗らないでください。でもし乗るとしてもシェアか誰かと共有するっていうのを言って乗ってください。基本
なんか大通りの前で立って待ってて、そしてその来たタクシーに乗るのがいいと思います。で2つ目が、できれば誰か乗っているタクシー、もうすでに誰かが乗っているタクシーに乗るといいと思います。そしたら現地の人だから、もう料金が明らかおかしかったらおかしいってバレるじゃないですか。なので現地の人がもうすでに乗ってそうなタクシー捕まえて乗る。で3つ目が、スピードがくっそ速いタクシー絶対捕まえない方がいいです。運転荒い人はだいたいぼったくってきます。なんでこの3つ気をつけてみてください。今この後ろにもいっぱいタクシー止まってるんですけど、あれはその行き先伝えてシェアとかパフタージェで共有したいですっていうのを言ってから乗るようにした方がいいと思います。できればアラビア語喋れるのが有利です。1番はアラビア語、2番目にフランス語、3番目に英語かなって思います。私フランス語喋れるんですけど、アラビア語喋れるって言われて喋れないって言ったら倍の額請求されたことがあるんで、英語ってなると、すぐ観光客だってバレるから、できれば言語はアラビア語かフランス語でタクシーを乗るのが一番おすすめですね。これが私がこの2ヶ月半ぐらいでモロッコのタクシーについて感じたことでした。ぜひ参考にしてみてください。もし質問あればいつでもコメント欄、あとは公式 LINE もあるので公式 LINE で直接連絡もらっても大丈夫です。じゃあもうすぐランチのレストランに着くので行ってきます。これかな、こんなとこにある。おじさんも同じレストランかな、違うか。これだ、階段。こんな感じ。待って250円。もうね、何回やればいいのマジで10ディラハムだけ足りなかった。くっそー。なんでないんだ。もう全然思い出せない。マジでアホ、本当にアホ。250ディラハムした。マジでもうバカみたい。ちょっと現金下ろすのは正直もったいないので諦めました。悲しすぎる。どうしよう。ちょっとこの悲しい気持ちをどうすればいいんだろう。なんで現金持ってないの、いつも本当に。もう本当にありえない。どうしよう。ちょっと待って、ちょっとしゃがむわ。よいしょ。どうしよう。確かにタクシーで250ディラハム払って、でチップで10ディラハム渡しましたよ。いや、これだったら足りないかもしれないから、もう1枚1000ディラハムを持っていこうって思って出たんですよ、私は。だけどない10ディラハムにこんな泣かされる。いやだってこっからアパート帰っても多分1時間かかるから、もうすごいやばい。どうしよう。いやもう帰りますよ。帰ります。帰ります。考えたのは夜もう一回戻ってくる。とりあえず今どっか行って、やばい、立ち直れない。気を取り直して別の海鮮が食べれる場所に行きます。夜もう一回戻ってくるなんて無理じゃん。皆さんごめんなさい、かなりの落ち込み度を見せてしまった。でも本当にモロッコ国内いろんな都市に旅行行って、各都市で現金が足りない事件が発生してるんですよ。もうそれによって我慢することがあって、もう今回こそはと思って持ってきたのに、現金十分持ってきたと思ったけど足りなくて、アパートにならいっぱいあるのにって感じでした。で気を取り直して別のシーフードを食べに行きます。そんなことある？このお店の道の
その同じ道を歩いてたのに全然見つかんないと思って、その辺のお兄さんおじさんとかに聞いてここだよって言われて、でももう明らか名前が違うんですよ。明らか名前が違うから嘘でしょみたいな感じでいろいろ証明してもらって、ここで合ってる。これです。で名前がだいぶ前に変わったらしくて、あと料金も10ディラハム上がってますね。でも200なら持ってる、大丈夫。そうで名前が変わったらしくて、今はこの名前だそうです。いやーマジでびっくりした。よかった。なんかお客さんもいないしいい感じ。めちゃくちゃ広い。下もあってトイレお手洗いに来たんですけどめっちゃ広い。わあ、結構アラビア語なんだね。私アラビア語読めないから分かんないや。どれだ。なんか来てた。なんだこれ、なんだこれ、コース1種類しかなくて、でこれなんか全ての海鮮を何時間つってたかな、何時間かかけて作ってる飲み物かな。お疲れ様です。いただきます。デーツ甘い。これめっちゃ美味しい。何これ、めっちゃ美味しい。多分めっちゃ時間かけて作ってんだって。いただきます。お魚のスープだ。白身魚のスープです。美味しい。何この優しい味。びっくりするんだけど、美味しい。何この優しい味。めちゃくちゃ美味しいんだけど、マジで疲れ取れるわ。パンも3種類あってふわふわ。やっぱ全部うまい。最高なんだけど。Google で 4.8 の星がついてたんですよ。めっちゃ美味しいのにマジで人がいない。お客様が全然いない。なんでだろう。赤いやつめっちゃ辛い。めっちゃうまそう。イエス、最高じゃん。いい香り。もう具材たっぷり。もうさっきのスープもいっぱいね、お魚とかエビとか入ってたんだけど、今回もイカ、エビ、なんか白身の魚、熱そう。これタジンかな。なんだ。いただきます。ここさ、全体的に優しい味で美味しい。見た目さ、めっちゃさ濃そうじゃん味。確かにちょっと濃いのかもしれないけど、シーフードだからすごい味が優しくて美味しい。美味しすぎる。美味しすぎる。いやマジで、さっきのお店現金がなくて食べれなかったけど、ここでまず良かったわ。お客様もあんまりいないし、広々としてるから最高。幸せすぎる。これがちょうど合う。甘いんですよ。めっちゃこのジュースとご飯が合う。びっくりする。見て、めっちゃ美味しそう。ちょっとレモン絞る前に、これなんだ、ヒラメいただきます。カレーいただきます。うまっ。すごい歯ごたえあって弾力がすごい魚。何の魚なの。多分ソロっていう魚なんだけど、うまっ。モロッコってこの前パエリアは食べたけどさ、魚食べるの初めてだわ。お客さんが増えてきた。こ
これも何かわかんないのでいただきます。美味しすぎるんだけど。何これ。身も白身の魚なの。ふわふわ。フグの身みたいな。美味しすぎて感動だわ。フォークで魚食べるの初めてなんですけど、もうお箸が欲しい。美味しすぎじゃ。デザートが来た。このドリンクおかわり自由なんで、あんまね飲み物おかわり自由のお店ってモロッコにないんですけど、おかわり自由めっちゃ美味しい。このデザートごめんなさい、和歌山県民わかると思うんですけど、ザジズズとか言えないんです。このデザートが何なのか確かめます。これはさ、あれ洋梨だよ。これはザクロかなって思ってる。これはわからん。わからん。これからいきますわ。いただきます。甘すぎる。あと食感が硬い。麦ご飯と黒糖って感じ。これはきっとザクロ。ザクロです。ちっちゃい頃食べたことあるザクロと味が違う。味がない。なんだろう、これザクロじゃないかもしれない。よくよく考えたら洋梨ってどうやって食べるの？どうやって切るかわかんない。待って、私歯の方向間違えてた。多分こっちだ。洋梨、あれどっちで切る？これこっちだね。間違えて切っちゃった。洋梨って皮食べれるっけ？イエーイ。下手くそだとか思わないで。これさ、洋梨ってさ、ここも取るの？ちょっとわかんないんだけど、ちょっと取っとくか。いいね、フルーツナイフめっちゃ切りやすい。いただきます。美味しい。これ美味しい。やっぱフルーツ最高だね。梨剥いてるのずっとレジのおっさんが見てた。美味しかった。ごちそうさまでした。もうね、行きたいとこもなんか食べたいものも大してないので、アパート帰ってゆっくりして、夜ちょっと落ち着いたぐらいに明日の電車のチケットを買いに駅に行こうと思います。タンジェめっちゃ楽しい。明日のね TGV っていう新幹線のチケットをね買いに行こうと思ったんだけど、日の入りが綺麗だから動画撮りに行こうと思って海に向かってる。だけどもうね日の入りの時間なんですよ。18時15分入りで18時15分 NOW です。見れるかな、ちょっと行ってみる。どうだろう、見れるかな。タンジェの日の入りをお見せしましょう。てれー、建物多すぎて何も見えんかった。めっちゃ走ったのにな。いい経験か。夕方のタンジェでもどうぞ。よいしょ。明日の TGV の電車チケット買いに行きます。最高やなマジで。なんかこんな景色毎日見れるって思ったらめっちゃ好きかも。めっちゃいいわ。ヨーロッパっぽい雰囲気が好きなんやな私。タンジェの駅前にショッピングモール大きいのがある。あとヒルトンホテルさんもあります。どこ歩いてんねんって思いますよね。ちゃうね、さっきまでな歩道が舗装中やったね。で道路を渡ってました。道路を渡ってたんじゃないわ、道路を通ってた道路を通ってた。
めっちゃテンション上がる。うわ綺麗。かっこいい。チケット売り場は上ですね。どこで買えるんだろう。今回 ONCF っていうんじゃなくて TGV っていうかっこいいやつなんだよね。空港みたい。上じゃなかった、こっちだ。あれ、ここでいいのかな。聞ける人がいない。誰に聞けばいいんだろう。聞いてみます。ONCF で買うんじゃなくて、ここだっての2層の横にあるボンコンセイユで買います。はい、全部フランス語だ。これを取ります。はい、番号札取らなきゃいけない。結構な人待ってて、チケットを買う人は多分一番上のボタンを押してください。ボンコンセイユっていうやつを押してもらって、なんかチケット買った後の人は真ん中のアクレなんちゃらってやつで、3つ目はなんかよく分かんなかった。キャンセルかな。今日買いに来てよかったや。少し待ちます。チケット買えた。めっちゃ高かったんだけど335ディラハムした。多分祝日の夕方4時にしたんだけど、祝日だね。祝日だったから高かったのかな。そう、月曜日祝日でプレミアクラス一等席で335ディラハムした。いくらよ、5000円ぐらい。めっちゃ高くない？合ってる？多分合ってるんだよ。めっちゃ高い。これが明日のチケットです。見た目はいつもの電車と変わらないね。一等席のチケット買ったらラウンジが使えるので明日使いたいと思うんですけど、チケット買う時にラウンジ使えるかどうかをちゃんと確認しようと思ってて、すっかり忘れちゃったので、なんかそこら辺にいるお兄さんに聞いたの。そしたらその方英語もフランス語も話せなくて、アラビア語でGoogle 翻訳使って会話して、多分使えるけど正直自信ない。とりあえず明日少し早めに来てラウンジ使えたら使ってみようと思います。かわいい。バス水色だ。タンジェの夜も交通量すげー。どうなんだろう。日本であんまりコンクリートの建設で見なくない？お酒屋さん見つけたからカサブランカのビール買った。カサブランカ行ってからビール飲もうかなと思ってたけど、瓶で売ってたんで、モロッコ産のビールで人気なのどれって聞いたらカサブランカだったんで、これにしました。おそらくイスラムの国だからアルコールがダメなんですよ。で、見えないように紙で包んでくれたと思います。エアビーの電気消えた。カサブランカビールとおつまみは持ってきたお菓子でいきます。いただきます。乾杯。めっちゃ香りいいわ。美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ好き。今まで飲んだことはない味なんだけど美味しい。旅の振り返りでもしますか。金曜日語学学校行った後、バスでシャフシャウエンに行きました。夜21時にシャフシャウエンに着いて夜ご飯を食べて、次の日の朝シャフシャウエンを観光して、お昼には出ました。お昼に乗り合いタクシーに乗ってタンジェまで来ました。2時ぐらいに着いてアパートに来て、でそれからタンジェのメディナ海を散策してアパートに戻ってきました。そして3日目、今日ですね、朝からコーヒー飲んでタンジェの中心地から少し外れた海沿いをグランドタクシーで
プライベートで借りて観光してきました。とってもいいおじさんでした。それからシーフードを食べに行きましたが、現金が足りず別のレストランに向かいました。そこのシーフードが最高に美味しかったです。でその後アパートに帰ってきて、明日の電車のチケット買いに丹治駅まで行ってきました。そして明日はここのアパートがお昼の3時まで使えるので、3時前ぐらいまでいて駅に行って一等席を買ってるのでラウンジが使えるんですよ。なのでラウンジで小1時間ぐらい遊んでラバトに帰ります。おやすみなさい。皆さんおはようございます。今日は旅行4日目、丹治3日目です。今日実は月曜日でモロッコの祝日なんですよ。で何の祝日かっていうと、モロッコの独立記念日、独立宣言日かな。街全体が静かなのか賑やかになるのか全然ちょっとわからないんですけど、せっかくなのでモロッコのモーニング行ってこようと思います。ホームステイで今暮らしてるので毎朝ホームステイで食べてるんですけど、今回初めてモロッコのカフェでモーニングを取っていきたいと思います。行ってきます。丹治は今朝9時半です。人通り少ないかな、まだちょっと人いるかなっていう印象ですね。丹治の朝のちょっとこうひんやりした空気がめっちゃ気持ちいい。なんか旅行してるって気分になる。お店あった。開店5分前なのでまだちょっとなんかここの草でゆっくりしようかな。あ、こっちに椅子あった。こっちに行きますわ。一昨日昨日行ったショッピングモールですね。大きいよね。あ、でも上オフィス街になってんだ。気づかなかった。落書きだらけ。今座ってパッて左見たらさ、あれだ、昨日シーフード食べたお店の道だ。ここもうほんとまっすぐ突っ切ればお店あります。お店が開いてる。なんか先にカップルに入られた。私の方が先に待ってたのに。うわ、テラス席あるんだね。でもちょっと寒いから私は中に行こうかな。ある。思ってた以上にめっちゃおしゃれだ。最高。私は今回ねこの Like a Brunch にします。でめっちゃおしゃれ。なんかオレンジジュース飲もうと思ってたらエキストラかもしれない。コーヒー後で海辺で飲もうとしてたからな。ちょっと聞いてみよう。Excusez-moi, je voudrais un like a brunch. Like brunch? C'est pas extra. Non, pas extra, c'est un boisson dont avec... quelques... Ah d'accord, c'est bien. Like a brunch sans tomate et jus d'orange. Merci. まずは絞りたてオレンジをいただきます。オレンジは容器に含まれてました。いただきます。果肉の入ってないオレンジだ。めっちゃ嬉しい。昨日さ少しだけビール飲んだからオレンジジュースしみるわ。Tu achètes sur YouTube? Yes. Tu partages avec moi pour... 美味しそう。めっちゃ美味しそう。何から食べよう。美味しい。めっちゃ美味しい。アボカドと卵、絶対美味しいよね。美味しすぎる。アボカドと卵と胡椒とレモンが入ってる。美味しすぎる。バナナをいただきます。美味しすぎる。やばい。ピーナッツのソースとバナナとごまですね。
パンカリッカリ、うまっ。ピーナッツのソースって言ったけど若干きな粉っぽい。ナッツのグラノーラですね。ここでグラノーラ食べるの初めてやな。いただきます。あ、美味しい。しなしなしてる。めっちゃちょうどいい味。忖度なしで完璧です。めっちゃうまい。マジで美味しかった。最後一口いただきます。かなりクオリティが高かった。丹治に来て、もしこの辺だったらぜひ朝来てみてください。朝だけじゃなくても多分お昼のカフェとかでも全然あり、最高でした。ごちそうさまでした。これからコーヒー、昨日行ったコーヒー屋さんでコーヒーを買って海辺でボケーっとしたいと思います。2階席もかなりおしゃれ、広いね。かわいいショップもあった。カフェ出た瞬間めっちゃ景色良かった。最高じゃん。お兄さんチャンネル登録してくれた。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。いや、今のカフェ感動したわ。マジでありがたい。お兄さんチャンネル登録してくれてさ、今回の旅行かなり長編になってると思うんです。でもここまで見てくださった皆様、ぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。Yes, c'était très bon. Americano? Americano? Chaud? Merci. Merci beaucoup. Merci. またまた本日もゲットいたしました。髪で隠れちゃってる。よし、海に向かって歩いて海見ながらコーヒーいただきます。めっちゃ贅沢ちゃう。戻ってきました。さあ今日はちょっと砂浜の方に行くぞ。朝日雲で隠れとる。ここにします。ずっとコーヒーのいい香りがしてるの。今日はアメリカーノにしました。暑いわ。確かにマダム暑いからねって言われてたわ。いただきます。暑すぎる。ちょっと待って、暑すぎる。美味しいとわかる香りで。あー最高。景色はこんな感じ。水辺まで行く脚力は今ないわ。ではアパート出ます。ラバトに帰ります。その前にタンジェ駅のラウンジ行ってきます。ありがとう。アパートめっちゃ良かった。30分歩いて駅着いた。タンジェバイバイ。ありがとう。めっちゃ楽しかった。TJB の一等席買ったら使えるラウンジ行きます。入ってすぐのところにあるのでドキドキするけど、どんな感じか楽しみです。本当もうまっすぐ突っ切ったとこ。入り口でチケット見せます。でなんか今ちょっと床きれいにしてるから待ってって言われた。上もあるんかな。ちょっと上行ってみよう。オンラインで仕事する人にはめちゃくちゃ嬉しいねこれは。どうしようかな。私もここにしよう。あ、結構いろいろある。おお。一旦ショコラショーにしよう。すごいね。ちゃんとお手洗いもある。ショコラショーとお水です。めっちゃ喉乾いたんでちょっとお水からいただきます。あ、めっちゃいいじゃんラウンジ。あ、これはなんかプレミアクラス選ぶメリットありますね。残念ながら私のスマホは Wi-Fi が繋がらなかった。コンセントもあるようでないから、充電は十分にしてきた方がいいかなとは思う。
すごいめっちゃいいよ。今ねざっとラバトからシェフシャウエンでタンジェンでラバトに戻るっていう旅行費3泊4日の移動費、食費、ホテル代を計算したら2700ディラハムぐらいでした。ぐらいだって大体で計算してます、すいません。理由は日本円とディラハムとちょっと様々で支払っているので正確なのは分からないんですが、2700ディラハムで日本円にして3万7000円ぐらい。割といいんじゃない？ 3 泊4日でめっちゃタクシーで移動したし、帰り新幹線だし、検討したんじゃないでしょうか。これめっちゃ美味しい。甘っ。ショコラショーっていうチョコレート、ホットチョコレートめっちゃ美味しい。かなり長編の動画になってると思います。ラバトからシェフシャウエン、タンジェでラバトに戻るっていう日本人の方はあまりいらっしゃらないかなって思うんですが、もしよかったら参考にしてもらえると嬉しいです。節約した旅ではなかったと思う。できる限り楽しながら移動していたので、経験でいろんな乗り物にも乗って移動できたし、めっちゃ最高の旅でした。モロッコ留学も終盤に差し掛かってまして、あと2週間最高に楽しみたいと思います。引き続きこのチャンネルをよろしくお願いします。ぜひ高評価、いいね、あとチャンネル登録ご協力いただけるとすっごく嬉しいです。あるいはこのモロッコに行くっていう方がいるならぜひ共有で送ってあげてください。きっと役に立ちます。ぜひ感想、コメントお待ちしてます。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。TGV 乗り込みます。ありがとうございました。やった、2号車めっちゃやばい、一番近いじゃん。改札から一番近い。めっちゃいいね。あ、待って、これ 8？ どっちだこれ。8号車かな、2号車。あ、違う、これドゥージエムクラスだ。違ったわ。なんだ8か。だとしたら2は奥だろうな。プレミアクラスの2号車、これです。私ね43番なんで、あ、1階だ。こっちに行こうね。よいしょ。結構いいんじゃない？こんな感じ。結構広々と、新幹線って感じ。ラバトに帰ります。皆さん無事にラバトアグダルに着きました。疲れた。正直なんかプレミアクラス良かったかどうかわかんないや。周りにお子さんが多かったっていうのと、なんか落ち着きのない子がいたっていうので、あんま価値は感じなかったかな。疲れた。でも無事に着いてよかったです。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。